こんにちは、楢崎智です。パリオリンピックから帰国しました。お疲れ様です。ただいま。結果から言うと、10位と自分の納得のいく成績で終わることはできませんでした。でも東京オリンピックからフォーマットも変わって、自分の中ですごく苦しい時期もたくさんあったんですけど、みんなの応援であったりサポートのおかげでここまで来ることができたので本当に感謝してます。ありがとうございます。実際に準決勝の内容はどうだったの？ボルダリングはまず、順位でいうと全体2位通過だったんだけど、かなりハードな内容で、1、2、3で自分は完登ができなくて、かなり気持ち的にはきつい状態だった。理想で言ったらやっぱりボルダリングで点数を離して逃げ切るっていうことが自分の中では必勝法だったから、その中完登ができないっていうのはかなり追い込まれてたところはあったんだけど、最後のスラブでもともとはすごく苦手だった粒のクロスっていう本当にギリギリまで練習してたムーブが出てきて、見事そのムーブができてギリギリ全体2位通過っていう感じになりました。なんか傍から見てたら2課題目のコンプレッションとか3課題目の誰も登れなかったスイングとかはどうだったの？手応え的にはなんか登れる内容だったんじゃないかなって思ったの。本当に、自分がバチバチに仕上がってたりとか、あとは、準決勝ってこともあって、やっぱり少し、硬かった部分もあって、押し切れなかったけど、内容で言ったら3冠とできてもおかしくはない課題だったかなとは思ってる。全体で20人中6人しか1冠登以上が出ないってすごいハードなラウンドだったよね。なんか実際元々の予想でも、かなりハードに来るかなっていうのは予想してて、やっぱり準決勝は順位がつけばいいし、きついだろうっていうのは予測はしてたけど、思った以上に難しかった。その後のリードはまずそのリードの前にボルダリングが終わった段階で、全体2位で8位とは20点ぐらい差があったから、傍から見たら大丈夫だろうっていうような展開に見えたと思うんだけど、コーチだったりトレーナーだったり、秋夫だったりと話して、この状態だとまだ金メダルは遠いねっていう話になって、でもっともっとコンディションを上げていきたいっていうことで、リードの前日本当はレストの予定だったんだけど、急遽トレーニングに行って、コンディションを上げたりしてました。それは自分にとってはどうだったの？いや、もともとはやっぱりそのボルダーの後に結構精神的に疲れてて、展開的にもきつかったから、肉体的にきつかったっていうより気持ち的にきつくて、本当はちょっとゆっくりしたかったなっていう気持ちはあったんだけど、動いてみてその後の体の状態がすごくコンディションが上がってたから、あれは動いてよかったなって思う。迎えたリードは、リードはもともとコンバイナーのルールだとアイソレーションに入った段階でもう課題マップが貼られてるから、そこでもう本当にみんなでオブザベして、ギリギリまで悩んだりしてたんだけど、やっぱりもともと課題が分かってるっていうことでよりウォーミングアップだったりとかっていうのを、こういうホールドが多いとかでしっかり狙ってできる部分があったし、アップしてる感じもボルダーの日よりもコンディションがいいなっていうのを感じてたから、正直かなり楽しみな感覚があった。結果的に右手の飛ばしのところで落ちてしまったけど、あそこは結構警戒してた。正直全ムーブで一番悩んでたのはあそこのパートで、もともと本当に出る直前ぐらいまではトゥーフックを先行して止めて、足を戻してクロスしてっていう風に考えてたんだけど、その課題全体を見たときにあそこのピンクのパートを、いかにスムーズにいけるかが多分順位を分ける上で大事になってくるなっていうのは予想してて、その上でやっぱりトゥーフックを食って戻してってなるとムーブの工程が多くなるから、そこの流れが悪くなるなっていうふうに思っちゃって、で、僕は落ちちゃったんですけど、その飛ばしのムーブでもしいけたら飛ばしてすぐ足上がるから、流れがいいし、いいコードが狙えるかなと思って
やったら、自分は滑ってしまったっていう感じでした。あそこは実際保持とか足は悪いの？足は悪かった。うん、なんかもともとトゥーフックか右手飛ばしかでずっと悩んでて、登りながらもちょっと考えてたんだけど、この持った保持感で手がめちゃくちゃ悪かったらトゥーフックしようって思ってて、手が思ったよりもかかったら送ろうと思ってて、で実際に行って左手が持ってて右手はちょっと悪かったんだけど、取り先のホールドをパッて見た時にかかるなっていうふうに思って、右足は悪かったんだけど、届けば止まるなっていうような感覚になっちゃって、ちょっとこう固めていくっていうよりはちょっと重心移動で動いちゃったのが、本当に敗因というか失敗の原因かなっていう。その全体を見てる時のムーブチョイスをしてちょっと結果的にミスをしてしまったと。なんか本当は多分全員思ってたと思うけど、ガタガタでもいいから手堅く、3、40点取ったら通過だったから、なんでそっちを選ばなかったのかっていうふうに言われるとは思うんだけど、なんか自分としてはやっぱりリードもずっとトレーニングしてきたし、ここでいい登りをしないと絶対決勝でいい登りなんてできないなっていうふうに感じてたから、で課題の内容も自分に、合ってるような感じがしてて、大壁でもそこでこう先のことというかばかりこう気にしちゃってて、その瞬間のこうムーブに集中できてなかったなっていうのは敗因の一つ。今回の結果を受けて今後の活動とか目標設定とかはどうしていく予定なの？いや本当にまだ終わって数日しか経ってないから、はっきりとしたことは言えないんだけど、終わった直後思ったのは、やっぱりこのままじゃ終われないっていうのはすごく感じたし、東京で4位っていう失敗から、本当に3年間本当にいろんな経験だったりとか、トレーニングをしてきて、自分の中ではすごく成長してきたなっていう感覚があったんだけど、その上でもやっぱり失敗してしまって、本当に直前のコンディションだったりとかっていうのをトレーナーの人だったりコーチの人だったりに見てもらって、すごくいい状態を作ってもらえたなっていう上で、自分の判断ミスでいい結果を返せなかったから、そこがすごく悔しいし、次こそはっていう気持ちがあるね。もうロスのことは考えてるの？正直去年オリンピックに入れるかどうか分かんないってなってた時は、ちょっとこう、弱気になってたというか、これで無理だったら引退してもいいかなっていうふうに思ってたんだけど、今回パリに向かって最後の最後ギリギリまで調整していく中で、自分まだまだ伸びるなっていうか、本当にまだ発展途上なんだなってのを感じたから、なんかいけるようなというか、本当にもう一回最後チャレンジしたいなっていう気持ちが一番強い。決勝を見て思うことは？いや難しいねいや一番はやっぱり悔しかったね、なんでこの場面に自分がいないのかなっていうのはすごい感じたし、ボルダーだったりリードだったり本当にコンディションが良くなってきてるのをすごい感じてたから、なんでここでこう自分が登れないんだろうみたいなとか、あとはもっとこうみんなに、自分がこう頑張ってきた姿だったりとかっていうのをもっと見せたかったし、本当にもっと登りたかったっていうのが一番なところだったけど、実際本当にファイナリストのパフォーマンスは本当にみんなすごくて感動したよね。感動したし、最後やっぱり、空とはずっとライバルとして一緒にやってきたけど、本当に最後頑張ってほしかったし、空とがこう最後、負けちゃったところとかもなんかすごいこう来た心、分かるからあの気持ちだったりとか。そうだよね、愛ちゃんの4位にしても
空とにしても、まあ、美穂にしても、まあ、みんなわかるよね。わかるし、なんか空との時はもう正直ちょっと泣いたもん俺もなんかまあいろいろ感じたね。まあ、あとは本当にヤコブだったりアダムだったり、その自分たちよりも年上の、まあ、レジェンドたちが、まあ、輝いてて、やっぱりこの人たちはすごいなって改めて思ったし、まあ、この人たちにやっぱり自分も追いついていかなきゃいけないし、まあ、やることがいっぱいですね。オリンピック全体はどうでしたか？初めての有観客だったし、初めてのなんだろう、自国開催じゃないオリンピックだったし、東京となんか違った？もう正直な話、東京の方が全然緊張した。やっぱりコロナ中だったし、観客もいなかったし、まあ、いろんなこう制限だったりとか、なんかこうちょっと世の中もピリピリしてたし、まあなんか100% 歓迎されてるオリンピックっていう雰囲気じゃなかったもんね。まあ、あとは本当になんだろう、夜やってたじゃん。多分そこもあったと思うし、確かにね。まあ逆に今回はなんかこうすごいポジティブなエネルギー満ちてるなと思った、オリンピック。暑かったし、観客も暑かったよね。まあなんかオリンピックを見てる人たちってなんかもう結果どうこうとかじゃなくて、あ、こいつめっちゃいいチャレンジしてるみたいな。いやもうだってオリンピックに出てるってだけでみんまあまあまあなすごいじゃん。もう本当にチャレンジに対して応援してくれてるってのがあったから、全然やっぱり緊張してどうこうっていうのはそこまでなかったし、なんかすごいパワーもらえたかな。まあ正直まあロスってなったら多分また新しいライバルとかも出てくるだろうし、まあ本当にルールとかもまだねしっかり決まってないみたいなんで、その辺もわからないけど、まあ自分としてはここで終わるなんてやっぱり考えられないし、まあ、より厳しくなるだろうけど、もう一回チャレンジしたいんで、引き続き応援よろしくお願いします。直近の予定はどうですか？今年とかこの冬とかどうするの？今年はあと2回ワールドカップがあるんだけど、まあ、正直そこはちょっと、まあ、ちょっと指の怪我もあるから、まあ、ちょっと様子を見ながら考えようかなっていう部分で、まあ、出るって決まってるのは、韓国のワールドカップの後にある中国のアジア選手権にはボルダーとリード両方出ようかなって考えてます。なんで？それで優勝すると来年の世界選手権出られるので、だいぶそこはこう大きいかなっていう。で冬はやっぱり岩もやりたいから、まあ、指の怪我の状態で、まあ、ちょっと考えてはいるけど、まあ、バーデンをやったりとか、まあ、あとはスペインにリードをやりに行ったりとか、まあ、ちょっといろいろ考えてはいます。はい、こちらも YouTube は撮っていただけるんですか？はい、ちょっとカメラマン連れていかないと今度こそ。いやでも本当に東京から3年間、いや本当にまあいろいろあったけど、長かった？まあ楽しかったけどきつかったから、とりあえずはちょっとゆっくりしてまた登り出します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また頑張ります。応援よろしくお願いします。